エヌズ家庭菜園の中村と言います。今日は家庭菜園とはちょっと違うかもしれませんが、このように2つの商品を買いました。衝動買いをしてしまいました。で、1つは、電動丸ノコですね。これがスライド式の電動丸ノコでパオックスというメーカーのものを使います。でこれで、実際になぜ衝動買いをしてしまったかというと、私が、Amazon のサイトを見ていたときにこれが1万3000円で売ってたんですね。アメリカでは、DIY をするためにいろんな商品を非常に安く売っています。私はアメリカに15年間生活している間に、マキタの商品とかいろいろ日本メーカーの商品が非常に安かった。でそういう商品を使って私はいろんなものを作っていました。DIY ですね。それをしていました。ですけど日本に来て、びっくりしたのは、あまりにも DIY をするためのこういうスライド丸ノコとかこういう、台ですね、丸ノコスタンドなんかが非常に高いのにびっくりしていました。私が、アメリカで働いていた時は朝の6時から午後の2時半までのシフトだから、朝5時半ぐらいに出て昼のだいたい3時ぐらいには家に帰ってきてたんですね。そうするとその後の時間すごく、暇になるもんですから、3時4時ぐらいから、いつも、DIY をしていました。それがアメリカでできた、楽しかったことですね。フレキシブルタイムを上手に使ったことをしていました。今日はこの丸ノコの台とこのスライド丸ノコを、紹介して、これが1万3500円でこのスライド丸ノコが買えましたので、そのことをチェックしていきたいと思います。開封していきます。最初に丸ノコ台から、見ていきたいと思いますね。非常に綺麗なものです。で私が使ってたアメリカで使ってたマキタのものとはちょっと違うんですけど、商品としては綺麗な梱包がされています。でこれを組み立てて、このところで今日は棚を作りたいと思いますので、組み立てた状態から見ていきたいと思います。こんな感じで組み立てることができました。でこの後、スライド丸ノコをつけていくんですが、この端の部分ですね、これで長尺ものもやれるように長さが変更できるようになっています。で当然ロックをつけていけば固定できるっていう商品ですね。非常にいいものだと思っています。この動画は開封動画ではないですので、ざっくりどんなような感じで梱包されているかっていうのを見せるところですね。当然のことながら綺麗な、説明書もあります。で、そのいろいろな部品が入っていますので、これを組み立てた後皆さんに、紹介したいと思います。だいたいこのような形で設置することができました。気をつけなければいけないところはいくつかあると思うんですけど、これはスライド丸ノコですので、後ろに下がるタイプの丸ノコですので、こういうふうに下がりますよね。そのために設置位置がどうするかというのは、ここに 2x4 が入る形になり、ここのところに、もう板が乗るような形になるんですね。ですけど、スライド丸ノコの場合、後ろに下がって切る形になりますので、どうしても、前の方に刃が来るような形になります。その辺を考慮しながら、私はこの一番後ろのところに設置しました。一番後ろですね。そうすることによって、少しでも、切り幅が上手になるようにできたらいいなと思っています。でこの後、微調整をして、90度できれいに切れてるか、安いものですから、高額のものですと当然、レーザーがついてたり、まっすぐになるように微調整もすでにされてるんですけど、商品が1万3500円と安いものだったもんですから、今から微調整をしてそれで固めて、その後に、カットしていきたいと思っています。ゼロ設定の時点でそうですね、微妙にずれてますね。ですからこれをまず
設定し直したいと思います。このような六角レンチ、中ぐらいの六角レンチですね、付属でついてます。それでこのところとこのところ4箇所を緩めて、まっすぐな木などをあてがって金づちで叩いたりして、調節します。でその場合、金尺がものすごく大切になりますので、金尺でですね、差し金ですね、差し金で90度がしっかり出てるように合わせます。でこれの場合多少の遊びがありますけど、綺麗に揃ったと思います。で揃いましたら、これをきつく締めて、それ最終的に私は今日は90度だけで切りますので、このところも締めます。これは太いレンチですね。そうすることによってズレが起こらないっていうことだと思いますね。でこの後試し切りをします。あとは安全に気をつけて、刃の近くに手を置かないっていうのがもう大切なことですね。でストッパーで止めて今から切ってまいります。今切ったところのまず90度が正しいかどうか。綺麗ですね。こんな感じで当然、縦も90度綺麗になっていると思いますので、これでいろいろ今から進めていきます。最初の微調整さえすれば綺麗にいろんなものを切ることができますので、それで行っていきます。アメリカと日本の違いとしては、 2x4 をホームセンターで買うとアメリカで B 級品 C 級品に値するような、商品が多く出回ってます。仕方がないですよね。それがメインで使ってないから。どういうことかというと、節が非常に多いんですね。それはほとんど外側の安いところの木で、売られてるっていうことですね。ですけどそういうのも使って安く済ませたいんですから、仕方がないと思いながらこれをやっていきます。で線を引いて、これは今2500の大きさで切ることにします。それを3本切っていきます。切れ味も本当にいいと思いますけど、ちょっとささくれができますので、この辺はカンナで削ったりすれば済むことですから、値段相応じゃないかなと思っています。これを3本切っていきます。丸の子と違うところは、特に、線をこれは2500で、ここの場所に線を引いてるんですけど、線というよりも点をつけてます。それだけで十分、用を足しますので、まっすぐ切れることが分かっているもんですから、下側のストッパーをちょっと締めまして、これ長いですから気をつけながらやっていきたいと思います。最初にどこの位置に当たるかっていう刃の位置も確かめて線のところに切ります。レーザーがあるともっと簡単なんですけど、これはないですから、その辺を気をつけながら。実際にはこの刃が小さいですから、2x4 を切るっていう想定ではないんですけど、動物とかそういうのには全然問題ないのと、 2x4 の、2インチの方ですねを切るには全然問題ないんですが、ちょっと私がやりたいことは違うもんですから、ちょっと微調整したいと思っています。こんな感じで微調整をしました。次はカットしていきます。数を重ねてできるかなと思ったんですけど、この動き幅とここの高さが違うもんですから、低いもんですから、私がアメリカで使ってたのはもっと大きな刃のものだったもんですからできるんですけど、ちょっと刃が小さいから今回は1個ずつやることにします。結構時間がかかりますけど仕方がないですね。それともう1個、後ろに当て木をしないときれいに、直線ができないようですので、そのような形でしていきます。降りる範囲はここまでっていう設定にしてあります。微調節をして刃の当たる位置などをチェックして、このような形で切り込みを入れることによって、こうやって2x4 が入るっていうことですね。そのような形で全部をしていきます。
最初の一つの切り出しが終わったら、基本的に全部同じなもんですから、そのクランプで押さえてその場所を決めます。この後にカットするだけですね。当然ノミとかそういうのを使ってきれいに揃えるのもいいんですけど、私の場合、今回は、自分とこのパントリーの棚だけなもんですから、そこまで他の人に見られるわけじゃないですので、ちょっと手抜きをしています。このところに棚をつけたいと思います。パントリー的になるように、このところ全体に 2x4 で棚をつける予定です。もうすでにこのように寸法出しはしてあります。で、どこにいろいろ行くかっていうものを調べてありますので、この後くっつけていきたいと思います。下でカットした 2x4 を今仮組っていうか簡単につけてあるだけですね。これは全然釘も何も売ってない状態です。で、このところで、この後穴を開けてネジで組んでいきたいと思います。今からこの全てのところに、重なっているところですね、重なっているところに、穴を開けていきたいと思います。家にたまたまあった65ミリのネジがありましたので、このネジで、留めます。もうあとですね、上3箇所と真ん中3箇所、下3箇所に外した状態でネジを後ろの、下地にはまるように、ネジをつけたいと思います。よろしくお願いします。今からこの部分だけ1個抜きまして、でこのところに、できればネジを入れたいと思っています。90ミリのネジですね。さっき65ミリでやるって言ってたんですけど、65ミリではちょっと短すぎました。ですからもう1個90ミリのがありましたので、90ミリのネジをこのところにくっつけていくことにします。下穴を開けて、そしてやっていきますのでよろしくお願いします。ネジがぶつからないように、ちょっと下のところにちょっと斜めに入れるようにします。こんな感じですね。で、ここのところに、90ミリのネジを打ち込んでいきます。で、これで、柱自体は、安定するんですけど、念のために一番上の列と一番下のところにも、アンカーとして打つようにいたします。落下防止のためゴムで、補強をいたします。で、こんなような穴を開けてですね、ワッシャーとこのネジでつないでいきます。引っ張って多少のテンションがかかるように、して、ゴムをつけていきます。ゴムはカットして、穴を開けていきます。穴を開けたらザガレとこんな感じですね。真ん中はですね、位置は決まっているんですけど、穴は開けてありません。ですから真ん中の大体のところで穴を開けます。で、同じようにそれにちょうどいいようなネジがなかったものですから、余ってたネジを使ってます。こんな感じですね。これぐらいだったら落ちないかなぐらいの感覚で落下防止にしています。このところに9段の棚が作ることができました。こんな感じですね。下の方から、だんだん大きくなってるんですけど、一番下には重たいものが入ります。で、その次には30センチぐらいの高さのもので、25センチぐらいの高さのもので、また25センチぐらいの高さのもので、21センチ、21センチ、21センチ、あとは全部21センチで入るように計画しました。で、これで保存食のパントリーになると思ってます。どうもご視聴ありがとうございました。